ヒドゥンゲームス JP。 あれあれあれ、今まで快適に古い声出てたのに、さんの、フルボイスだったのに。いや、いい感じで聞けてたのに。嘘でしょ？これ、全部じゃないんだ。なるほど。マジっすか？じゃあ、どうする？声当てていく？当ててきますか、じゃあ。もしかすると俺らのほら、隠れた声優の才能が発揮されるかもしれないんで。確かに発揮されるかもしれない。ややっていきましょう。じゃあ、で俺声低いから、低い系のキャラがいいっす。例えば、獅子王とか、はいはい。あとは斎藤とか、はい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 あはとは、もう篠森とか、そっち系のちょっと低いキャラが、い。確かに、これ低いね。声を当てなくちゃいけなくなったら、ちょっとそこはやりますよ。あとは女子。じゃあ、その他になるんですか？その他が今言う謙信とか、謙信。はいはいはい。謙信とかね。あとはまあ、ちょっとこう、やさお系な感じの。瀬田宗次郎だったり。そうですね。そこら辺のははいはいはいちょっとやってもらっていいですか？わかりました。はいじゃあお願いします女性は女性は俺がちょっと、テンション高めで言うよ。気持ち悪いかもしれないけど。いや、まあ、全部じゃないこと願うな、これ。そうだこっからな。な。フルボイスフルボイスであってほしいけどね。復活してほしいと、ちょっとこれ。復活をしてほしい、本当に。じゃあ、お願いします、謙信さん。塩誠、剣を取れ。先輩が人斬りをやめたとは聞いていたが、この目で見るまでは信じがたかった。そんなんで俺を倒そうなんて100年早い。つまらねえ戦いはしたくねうまくね？え。ありがとう。京都で待っていてやるから、人斬りに戻って出直してきな。尻尾を巻いて逃げるのか。宗次郎、俺の代わりに遊んでやれ。いいんですか？塩さんの刀を使っても。ああ、先輩の立ち筋を披露してもらった例に、お前の天剣を見せてやれ。じゃあ、遠慮なく。日村さん、僕を倒さないと、この部屋からは出られませんよ。この男、今まで戦ってきたどんな相手とも違う。全く心が読めぬ。宗次郎を倒せ。はい、掃除を倒せ。しかも、タイムリミット180秒ってありますよ。おーれマジなるほどなでるほどタイムリミット付き？言ったこと言ったのね。アニメでタイムリミットなんてあったっけ？いやいやいやないよね。あるわけないよね。おいちょっと待って。でもさ、声を当てなきゃいけないの、ちょっと、大変でしたね。いや、ちょっと恥ずかしい感がありつつね。恥ずかしい。恥ずかしかった。いや、ちょっと新鮮で面白い感もあるけれど。あるけど、声優って大変なんだなっていや、思うよね。大変ね。感情移入がね、ちょっと、頑張って今後、もし出てくるのであれば、いやー、願わくばフルボイス。もう頑張って感情移入しよう。頑張ってなりきって。もうほんと、声優になれるかもしれないし、うまくいけば。ジョブチェン。ジョブチェン。こら日村、さっさとしないと包帯男逃げ切っちゃうだろ。早く片付けたいのは山々だが、そうは簡単にいかねえのさ。なぜかその男は剣気はおろか、殺気も闘気も持ち合わせちゃいねえんだ。一流の剣客であるほど相手の攻撃的な気を読んで行動するが、相手の出方が全く読めないんじゃ動きようがない。すいません、早くしないと獅子王さんに追いつけなくなっちゃうんですけど。やはりそれだろうな。5の線が取れない相手なら、己の最速の剣で1000の線を取るのが最良策だ。へえ、抜刀術ですか。それじゃあ僕も。勝負ありかな。はあ、お互い戦闘不能で引き分けってとこだな。
へえ、こりゃすごいや。これじゃ修復はもう無理だ。まあいいや、どうせ獅子王さんのだし。この勝負確かに勝ち負けなしですね。今日はこれで失礼しますけど、また戦ってください。その時までに新しい刀を用意しておいてくださいね。日村、酒場と折れちゃったね。獅子王も逃がしちまったしな。ほら、あんただって偉そうに言えた義理じゃないでしょ。何？刀はまた作ればいいし、獅子王たちもまた追えばいい。とりあえずこの村から獅子王一派を退けた。それだけでもよしでござるよ。かくして新月村は謙信たちの活躍により解放された。斎藤は身寄りがなくなった英治を自分の妻である時男のところに預けるため一旦東京へと戻った。宗次郎との戦いで折れてしまった酒場島。流浪人のままの謙信では獅子王一派に勝ち目はないのだろうか。その答えが出ぬまま謙信と操は決戦の地京都に向かうのであった。やっぱり京都に帰ってくるとホッとするな。料亭葵屋よ、私の家。京都ではちょっとは知れた店よ。あ、おーい、じいやん？ひょー、ミサオ。ミサオ。おかえり。いつもより帰りが遅いから心配したぞ。ごめん、いろいろあってね。いたほら、遅く帰った罰じゃわい。では拙者はこれで。待ちなされ。まだ礼をしとらんじゃろ。どうぞゆっくりしていきなされ。日村抜刀斎殿、十字傷を隠しても分かるものには分かる。ご老人、詳しい話は中で。さあどうぞ。どうぞ。さてと、道中ミサオのやつ、自分のことを隠密お庭番衆と言っておらんかったかな。もしや、お察しの通り、この柏崎年地、昔はお庭番衆の一員でな。その名も、京都探索型沖縄。この葵屋は、京都の拠点とすべく開いたんじゃが、大店の大店の江戸幕府の方が江戸幕府の方が先に潰れてしもうた。けど、維新後、仕事にあぶれた仲間の駆け込み寺としては役に立ったわな。なるほど。それで、青氏はミサオ殿をここへ預けたでござるか。青氏様をご存知で。あなたには話しておくべきことでござるな。一人二役しんどいよね。そうでしたか。般若たちは死に、青氏様は行方不明に。ミサオ殿には、もうしばし内密に願いたいでござるよ。時に日村殿、この10年一度も京都に現れなんだ君が、今頃になって現れたのは、もしや君の後継者、塩誠が絡んでおらんか？昔取った杵塚、京都の表も裏も大概のことが、わしにはわかる。
あいつが京都で不穏な動きをしていると耳にしたときは信じられなかったが、君までが姿を現したとなると話は別じゃ。そこで、どうじゃ、このわしが君の力強い味方になってやろうかの。ひょう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 。うろう。わしは今の京都が好きじゃ。それを壊そうとする奴は許せん。京都を守るため、今一度老兵の出陣じゃ。ひょう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 。ちょっと待ったでござる。おろろ。なーに、葵屋のことなら大丈夫。みんな、もっと隠密お庭番衆、自分とミサを一人を守るくらいはやってのける連中じゃ。嫌だと言っても無駄じゃよ、無駄。何せわしはミサオの育ての親なんじゃよ。言い出したら聞かないのでござるな。では、お言葉に甘えて一つだけ頼み事を。沖縄殿に人探しをしてほしいでござる。荒井借空と彦清十郎、この二人をできるだけ早く。来たよ。荒井借空、幕末の頃名を馳せた一流の刀匠。切れる刀から殺せる刀を探求することに没頭したため、刀匠界からは異端視されておった。殺せる刀を探求した刀匠が、殺さずの酒場刀を作ったの？わかんないな。男の人生は時として矛盾したように見えるんじゃ、のう日村君。借空の息子、荒井清空。時代を担う刀匠として期待されておったが、時代は明治、刀の受注が少なく、今や包丁や鎌などを売って暮らしておるらしい。彼なら酒場刀を作り出せるかもしれん。ごめん、荒井清空殿はおられるか。はーい。おど清空？アクスアクスアクス？おお、握手でござるか。よしよし。いおり、どうした？どうも、僕が荒井清空です。話はそこで伺いました。何でも、僕に刀を打ってほしいとのことですが。すいませんが、僕もう刀を作るのをやめていますので、その依頼勘弁してもらえませんか？父の借空が殺せる刀を探求していたことはご存知ですよね。父は幕末の頃よく言っていました。俺の作った刀が新時代を作るって。しかし、その信念のもとに作られた父の刀で多くの人の命が奪われました。人を殺して何が新時代を作るのか、僕にはそれが納得いきませんでした。それに、今はもう明治、侍は刀を捨てました。だから僕も同じように刀匠を捨てて、生活用具を作って平和に暮らそうと決めたんです。なるほど。君は、父とは正反対の平和主義者だな。甘いよ。あんたは甘い。何が平和な時代よ。その時代を覆そうとしている奴が、この世にはしっかりいるんだからね。清空殿。無理な願い、地質へ捕まった。では、拙者たちはこれで。ちょっといいの、日村。酒場とはどうするのよね。
殺さずの酒場刀といえど、戦いのための道具。それをあの人に手掛けてもらうのは忍びない。酒場刀探しは一から出直しでござるよ。一方その頃、獅子王は拠点である比叡山の祠に帰還し、国取り開始の時がいよいよ間近であると配下に宣言した。だが獅子王自身の欲望は国取りのみに向けられているわけではなかった。敵である明治政府側の切り札日村抜刀斎を血祭りに挙げる。獅子王は国取りの前祝いを楽しむため10本刀を召集した。10本刀、蜂起の際政府要人を無差別に暗殺する最重要任務を負う精鋭揃いの最強特攻部隊。大事な戦力を捨て駒のごとく謙信にぶつけるという策には中心百式の宝司ですら反対の声を上げた。しかし日村抜刀斎が覚醒したら自らの手で倒すという別の楽しみができるだけ。獅子王は常人には計り知れぬ裏の意図を語り、ただ笑うだけであった。大変じゃ、日村君。たった今、ミサオから伝書鳩が届いた。清空の息子が獅子王一派に拉致されたそうじゃ。待て、日村君。君の酒綿は折れて使えん。言っても存分に戦えるはずもない。返り討ちが必定じゃ。もう始まってんじゃん。あれはいけない。あれは父シャックルが改良に改良を重ねて作り上げた後期型の殺人危険です。10本刀、刀狩りの長。こっからが真骨頂や。ほな行くで。これがワイの一番の愛と殺人危険。白刀の太刀。はい。超倒せ。超倒せ。ということでいや、俺話してて違和感で、ほな行くでって言ってからその刀の説明するのがすごくね、違和感。なるほど。剣が折れてるから、バットの構えできないっす。なるほど。でもさ、めちゃめちゃ蝶の声うまくねいや、めちゃめちゃうまい。いや。あれ、大阪とか住んでたんだっけそっちに。多少いた時期は。いや、うまいもん。なんて言うんだろう。イントネーションがね、わかんない。海外の人にはわからないことかもしれないけど、この日本人からすると、その、大阪弁というか、その関西の方の独特のイントネーションは、かなり似てると思いますね。いや、なんかね、ちょっと違うんですよね。違うわかんない。関西弁ともちょっと違う感じがあるんですよ。関西弁を喋れない俺からしたらもう似てるって思っちゃう。もうね、世界は知ってるか分かんない。まあ知ってると思いますが、名探偵コナンでいう服部平次に近い感じのね。ああ、なるほどね。関西弁ですね、こっちはね。いや、うまかったわ。もうなんか、もう蝶の声やったらいいんじゃないのいつよ。これから出てくるそう、新シリーズ。もしかすると。お呼ばれするかな、新シリーズかもしれない。あいつはちょっとうまかったぞ。ほな行くで。ほな、刀狩りの蝶や、ほな行くで。あいつうまかったって。往生際悪いな。状況分かっとんのか。ガキ一人に命張っとる場合やないで。貴様にとって、たかがガキでも、幕末の大勢の人間を切った拙者にとって、かけがえのない新時代の申し子。命に変えても、いおりは両親のもとに無事返す。なんや思たら、維新志士様の自慢話かいな。アホくさ。もうあんたの時代は終わりや。この先は獅子様のもとで、この白刀の太刀が時代を作るさかい。安心して死ねや。あいにくだが、お前には到底無理でござる。時代を作るのは刀ではなく、それを扱う人でござる。
何観客が勝手に舞台上がっとんねん。聖空殿、今のうちに早くいおりを。待ってろよ、いおり。必ず助ける。もう少しの辛抱だ。むっちゃムカつくやつや。しんど。これしんどいわ。これしんどいんだよな、ここ。この三役しんどいのよ。いやー、頑張って。ほんと頑張ってくれてる。逃がさんで。いや、マジで似てるよ、ほんいや、とに。これしんどいのよ、さっきのシーンね。すごい頑張ってる。いや、これ肘打ちだけで倒すの？こうやって書いてあったの。しんどい。逃がさんで、もろた。あ、バカバカ、もろたじゃねおー。これで決まってなければ刀がない日村君にはもう。あんた、やっぱり舐めてかかったらあかんわ。もう二度とあんたの前には入らへんで。外から刻んでバラしたるわ。ダメか。これで勝機はない。刀さえあれば。日村さん、父の最後の一振りです。これを使ってください。まあええ、あんたを倒せば済むことや。互いに真剣同士、やるかやられるか分かりやすうてええやろ。抜けや、蹴りつけようや。いけ日村、刀さえあればこっちのもんよ。ダメじゃ。日村君はあの刀は抜かん。いや、抜けんのや。殺さずを心に決めている彼にとって酒場刀以外の抜刀はあってはならんはずじゃ。でも今はそれどころじゃないでしょ。日村に昔何があったか知らないけど、今はやらなきゃ自分がやられんのよ。その昔が問題なんじゃ。今一度あの酒場刀でないあの刀を抜けば、人斬り抜刀斎だった頃の自分に立ち戻ってしまう。切り抜刀斎、そして二度と流浪人には戻れまい。おい、人斬り抜刀斎が人切るのに何躊躇しとんじゃ。人を切る喜びを忘れまして言うんなら、ワイが思い出さしたるわ。実演を踏まえてな。あんたの言う平和の申し事やらから先にバラしたるわ。いおりかかったな、このダボが。ワイをコケにした分はきっちり返すで。なんや今の超反応は。まるで別人やんけ。やったか。ごじゃる。拙者は日村。日村さん、日村さん、その刀を見て。なんと荒井シャック最後の一振りは日村君の刀と同じ酒場刀。でもそれが酒場刀なら。生きてるよ日村。あんたは殺さずを破ってない。酒場刀。
父の最後の一振りがわからない。殺人剣ばかり作っていた父がなぜ。これは酒場島に文字が。我を切り刃鍛えて幾清掃、子に恨まれんとも孫の世のため。Thank you for watching!